なんだろう、これも予行演習かもね。ちょっとよくわかりません。経過見ていきましょう。明らかに飛んでる蜂が少なくなりました。戻ってきたようです。戻っていきますね。文法の予行演習とかよく言われますけど、文法しようとして環境的に今日じゃないと思ったのかも分かりませんね。どうなんでしょう。先ほどの蜂たちはみんな巣の中に戻っております。多分このまま収束すると思いますけど、お、また出始めてきました。分蜂するのかな。お、行きそうですね。これさっきのは何だったんだ。一回引っ込んじゃいましたけど、また出てきました。これ本格的に分蜂かな。行きそうですね。
また引っ込んじゃうかも。そんなことを何回も繰り返すのかな。あ、でも出てくる蜂も多いですね。あ、出てきた出てきた。うん、これはもう完全に分蜂なので、この蜂たちがどこに蜂球を作るかですね。いつものところに作ってくれるといいんですけど。ここに作ってくれるといいんですけどね。あ、ここに集まりそうじゃないですか。いつものところ。いろんなところに蜂が飛んで、こんな材木のところにも止まったりしてます。
うん、ここになりそうですよ。集まってきました。あこっちになっちゃうかもね。これいつもの場所だよね。その下にこの板作ったんだけど、さてどっちに行くでしょうか。この上の枝の分かれているところ、ここにいつも毎年蜂がほうきを作りましたけど、その下にですね、今回こういうね集合板を作ったんですね。2箇所に分かれたりして、そしたらめんどくさいな。どっか1箇所に決まるとは思うんですけど、雰囲気的にはこっちになりそうですよね。今まではだいたいこの場所に、集合板を設置しなければだいたいそこに溜まってましたけど、今回集合板がついたので逆に迷ってるのかもわかんないですね、蜂たちが。巣箱はどうなってるでしょうか。なんかのんびりと涼みに出てるような、そんな感じですよね。ああ、こっちに集まりかけましたけど、うわ、蜂の数は少ないですね。そんな大きな群れじゃなくて弱小群だったので、こんな感じなんでしょうね。
ち来るんじゃないかな。上の蜂たちはほとんどいなくなりましたね。こちらに集まったようです。女王蜂とか確認できるんでしょうか。これそうだ、これを箱にスポッて入れちゃえばうわよくここへ来たね。いや、もう大体毎年ここに来るの分かってるから、もっと捕まりやすい板をここへやれば捕まると思って、こういう方法がある。集合板というの。風強いけど大丈夫、いつ頃入れるの？いや、もうそろそろ。あんまり置いとくと別のとこ行っちゃうから。ただね、女王蜂を取りたいのよ出てくるかどうか見てわかる？もう大きさが全然違うし、色も形も違う。これはもう簡単に取り込めるよすごいねこのまんまこうやってパターって四角。そうねえ、すごいいつも苦労してたのにこれはもともと蓋の木だから、いつもはここら辺にこう作ってたの。で最初ね、こっちとこっち両方できてたんだけど、こっちをね蹴散らしたらこっちに集まってきた。怒って攻撃したりしない？しない。穏やかな。分蜂した蜂ってのは穏やかな。前触ったもんね。わーって空待ってたの？いつもと同じ。これでちっちゃくまとまってくれれば蜂を死なせなくて済むから。もう女王蜂が入ってんの？多分後から遅れてくる時もあるから、ちょっと時間置いといてくれ。確認できればそれが一番いいんだけど、でもこういうふうにまとまりにこうまとまるってこと自体がもう女王蜂がいるっていうこと。大丈夫？大丈夫だよ。これはもう中に指入れたって大丈夫っていうかね、分蜂した蜂は刺せないの。蜜をね腹いっぱい溜めてるから、刺す時ってこう腹をキュッて丸めて刺すんだけど、それ丸まんない。お腹いっぱい。女王蜂が取りたいな。前のやつはこう垂れてたから。すごかったよ。あそこのあれどこだっけ？藤棚のとこだっけ？いやいや、ここだよ。ここだっけ？触ったもん。いや、ここも藤棚のとこもあった。写真撮ってよ、私が。こんなちっちゃくない。これの倍ぐらいあったよね。だいたい半分引き連れてくるから、やっぱちっちゃい元気のない巣なんで。あれから1時間ほど経ちまして、こんな感じで蜂球がまとまりました。これだったら簡単に巣箱に取り込めますね。それでは、蜂球がこのようにきれいにまとまりましたので、分蜂球としてはかなり
小規模の小さい、蜂ですが、多分これ勢力を盛り返して大きなね群れになってくれると思いますが、これをこちらの巣箱に取り込みます。で蓋の大きさはもうこれその蓋をそのまま集合板にしてますので、ここにこうセットすればそれで蓋になるという、簡単に取り込めます。これちょっと上から中にはこんな感じで装置棒が入ってますけどね。で3段の箱にしてます。で真ん中には2段目には、窓がついてますので中の観察がよくできますね。それでは取り込んでいきます。意外と8、9って重いですからね、外すとき注意してください。おお、動いてる動いてる。ちょっと蜂全然動かない。でこれ装置棒がついてるんでぶつかっちゃうんでね、ちょっと暴れるかと思いますけど多分大丈夫です。ゆっくりこう動かして蜂の犠牲が少ないようにこうちょっとずつ動かしていけば蜂逃げますから。ちょっと入って。ちょっとずつね潰さないように移動していってください。挟まっちゃうよ、逃げてください。中に入る。中に入る。犠牲者出たかな。大丈夫。ちょっと間になんかかませとこうか。中入る。挟まってなきゃいいけど。違う。こっちはさ、知ってるから。ここちょっと開けていってやる。お、なんかもっといっぱい出ていや、ここら辺から逃げたのが。で、女王蜂がいればこっちに戻ってくるから。あとね、探索蜂があっちこっちに行ってるから、それが戻ってきたのかもわかんない。で、ほら、ここの位置とここの位置はもう区別できないから、こんだけ離れちゃう。こんなに綺麗に取り込めるのはなかなかないよ。そうだね。こんなんじゃないもん、一塊がこう残っちゃったりする。いつもね。この元に戻ってくから。こんなん大丈夫。
お利口だ。あ、そこ。挟まっちゃうよ、出てってちょうだい。よし、大丈夫大丈夫。あ、規制がなかったよ。下から入るの？下から入る。っていうか、女王蜂の匂いをこっちから吐き出すように蜂が空気を送るから、そうするとそこにみんな蜂が寄ってくる。ここに置いとくの？うん、ここ置いとけば取り残された蜂が全部ここに入るから、そしたらここにまとまっちゃうと、今日は動かないから、ずっとこの中に入ってるから、巣箱を設置する場所に移動しちゃう。こういう蓋をですね、集合板として使うと、今見ていただいたように簡単にね、巣に取り込むことができます。集合板自体も巣箱の大きさに一致してますから、そのままね、蓋ですから簡単に取り込めます。大きめな板を使ったりすると、逆にこう逆さにして、入れるような形になりますからね。でそうすると蜂にもストレスがね加わりますから、今みたいな形でスーッとこうそのまんま移動して、それをそのまま蓋にするという形が一番取り込みやすいかなと思いますね。見ていただいた通りですけど、取り込み完了ですよかったこれ今年初めての分蜂で、なかなかね分蜂しなかったんですけど、めでたく捕獲することができました。昨日捕獲した分蜂群ですね。それをここに設置しました。ここに藤棚があるんですけれど、その脇ですね、ここです。ちょうど東南を向いたところですね。藤棚の横のところです。上には三種油の木、椿の木があったりして、ちょうどいい日陰になると思います。西日は避けられるということですね。そして、午前中は、東南の方向を向いてますので、一日中太陽光を浴びることができるという理想的な形ではないでしょうか。こんな場所です。まだ午前6時なので蜂さんたちは動いていませんが、もうじき飛び立つことと思います。
まずは最初に自分の位置を確認するという行為から始まりますけど、でそれで飛び立っていきますよね。それとですね、この窓は塞がないで、行ってみようかなと思うんですね。開放室とか明るいところで、ハチたちは巣を作ったりもしますのでね、多分、明るい暗いはあまり影響しないんじゃないかなと思うんですけど、これもちょっと実験してみようと思います。明るくても大丈夫なのであれば、常にハチの動きが見られてね、面白い巣箱になるんじゃないかなと思います。どうでしょう。逃げるってことは多分ないと思うんですけどね。もうだいぶハチの出入りが多くなりました。まだ、花粉を持ってくる働き蜂たちを確認はしていませんが、もうちょっと落ち着けば花粉をね持ち込んでくるようなハチたちが見られるかと思います。6時にこちらに移して、そして今10時半ですから、まだまだ、落ち着いたという状況ではないと思うので、もうちょっとしたら午後には花粉を運ぶハチたちが見られるかもわかんないですね。ただ帰ってくるハチとか出ていくハチ、その行動がですね、もういかにも目的意識を持って、飛び立つ、巣に戻ってくるっていう、そういう感じがします。巣が崩壊する時っていうのは大体なんていうんですかね、ハチたちがたむろしているような、そんな感じの、目的がもうなくなってうろうろしているようなハチが増えてくるんですけど、今この子たちは出かけていって蜜を取ってくるぞっていうような、その目的意識が、感じられるような飛び立ち方をしておりますし、帰ってきたのは勢いよと、帰ってきてるというような、そんな感じがしますよ。多分定着すると思います。ハチの出入りがだいぶ多くなりました。まだ花粉をね運んでくるようなハチではまだ確認できておりませんが、まだね、花粉持ってきた。今は目撃しました。花粉を持ってきましたよ。ここをね、自分たちの住みかと定めて、これから巣作りに励もうということだと思います。今1匹、さっきですね、花粉のついたハチを確認しました。